グータラズです。今日はね、初めて愛車紹介をしてみようと思います。他にもね、他の YouTuber さんも愛車紹介してるんですけどね、俺もね、ちょっとやってみようと思って始めます。まず一番最初はね、自分の車から始めようと思いますんでね。いつもいじってる40ソアラ。これをね、ちょっとね、見てみましょう。そう、40ソアラ、トムスですね。フルトムスになってます。エアロは違うんですけどね。エアロはベールマンのね、サイド、フロント、で、リアのリップでね、なってます。でね、カーボンボンネット。トムスのね、これはカーボンボンネットです。やっぱカーボンだからちょっと色がね、違うね。やっぱり塗ったけど色がね、ちょっと違いますね。そう、ダクトが開いてます。このダクトのおかげでね、かなりね、冷やされます。相当熱も落ちますからね。3UZ ですからね。V8 なのでね、かなり熱を持ちます。でね、このカーボンボンネット。これね、実はね、ドライカーボンなんですよ。めちゃくちゃ軽いし、めちゃくちゃ強度あります。なのでね、カーボンボンネットなんですけどね、ダンパーがついてるんですよ。すごいでしょ。普通ね、こう例えば FRP ボンネットだとか普通のねカーボンボンネットにするとね、ダンパーつけるとね歪んだりするんですけどね、これはねダンパーつけれるんです。もうね、トムスでやってもらうとね、このダンパーついてきます。そう、焼け置きにしてね、裏面にはね断熱材貼りました。盗聴液板に入れたんでね、その熱対策で入れたんですけどね、断熱材をね、ぴっちり貼りました。このボンネットめっちゃ軽いです。本当に軽いな。ではエンジンルーム見てみましょう。特筆すべきなのはやっぱりトムス製のスーパーチャージャーキットですね。それに盗聴液板にサードのスポーツキャタライザーも入れています。なのでね、スペック的にカタログスペックは354馬力、トルク57キロなんですけど、トルクやっぱりね、駅間に変えることによってトルクがやっぱり上がった気がします。これよりもっと出てる気がするな。あとレスポンスがね、やっぱりものすごく良くなりました。盗聴駅間に、この手の盗聴駅間にめっちゃ高いんですけど、やる効果はね絶対にあります。やった方がいい。そう、先日までの企画でね、このソアラのエンジンルームに花をっていうテーマでいろいろ作業してたんです。気になる人はね、その動画見てください。なのでね、それがスピードさんのサクションパイプでしょ。あとはキャッチタンクだとかアーシングもね、その時に全部やりました。
でホース関係もね劣化してたんでシリコンホースにねバッチリ変えました。そう東京駅前にはやっぱり見えないですね。やっぱりこんな手は見えないですよ。ではねちょっとどんな音をするのかエンジンをねかけてみます。ではねサイドに移っていきましょう。そうブレーキもねトムス入ってます。ハイパーブレーキキット、フロント6ポット、リア4ポットですね。これがめっちゃ効きます。もうオーバースペックなぐらい効きます。こんなにやっぱりいらねえんだろうな実際ね。めちゃくちゃ効きます。そうホイールはね SSR のエグゼキューター20インチです。フロント 9J でリアが 10J ですね。オフセットは忘れちゃった。そうこのブレーキキット本当に効きます。めっちゃ効くな。ソーラー自体重い車なんでねスープラ用のキャリパー入れてる人もいますけどね、やっぱでかい方がね効きますわ。ということで足回り見ていきます。そうトムスから販売されてる補強パーツ全部入ってます。ブレースからメンバーのなんていうんだ付け根につけるやつとかね、なんかこうカタログにいっぱいあるんですけどね、それがね全部入ってます。それに加えてトムスの車庫帳アドボックスですね。それを SS キットでロールセンター補正しております。マフラーもねトムス製になります。で排気関係もね全部トムスです。センターパイプから何から全部もね全部トムスになってます。そうテールライトは定番の後期ということでね、トムスのブラウンを聞いてみましょう。そう実はソアラこれは前期と呼ばれる型なんですけど、随所にね後期パーツを取り入れてます。やっぱり前期ってねダサいパーツが結構あったりするんでね、それをね後期に変えることでちょっとはね洗練された感じになります。そうミラーウインカーなんでね、純正は、ね、サイドウインカーです。そこを隠すようにトムスのエンブレム貼ったり、先ほども言いましたけど後期テールですね。これはソアラ乗ってる人みんなやってんじゃないかな。でもねこの後期パーツって高いんですわ。ほんと高い。後期になるとね日本だとレクサス SC になるんです。変わった、後期と前期変わるってねそこまで変わったことはないんですよ。実際ねパッと見はねあんまり変わりません。ヘッドライト、ミラー、テール、あとはねこれ 5AT なんですけどね、後期はね6速オートマになります。この車言ってみればセルシオのクーペ版みたいな感じなんですよ。なのでねセルシオも前期後期あるじゃないですか。そういう感じですね。それと全く同じです。でオープン時のねトランクはこんな感じになってます。びっしりね屋根が収まってるって感じです。それでもね荷物を置けるスペースはねこんだけ確保されてます。意外とね広いんです。でオープンにしなければ屋根が入ってるとこ全部荷物を置けますからね、意外とね結構荷物入ります。でルーフはねどうやらアルミっぽいんですよね。磁石もくっつかないし音もね軽い音がするんでね、どうやらこれはねアルミっぽいです。軽くできてんでしょうね。
やっぱ動くギミックあるのでね、重たさに耐えれるように軽くしてるんでしょう。で閉めるとね全く見えなくなります。そう実はねちょっと面白いことがあって、中古で買ったこの車なんですけど、ここのねなんていうんだ、ここがなかったんです。でねトヨタに注文したらね後期しかないよって言われました。後期でもいいよって言ったらね、見てレクサスなんですこれがね後期前期の違いだからね、後期になると全部レクサスってなるみたいですね。このレクサスがここだけすげえ嫌だなと思ってるんですけどね、いつか直そうと思ってるんですけどね、すぐ忘れるところですわ。そこ一生あのままだと思います次ねインテリア見てみましょう。でオープン時なのでね、実はここにねロールバー的なのが入ってます。リアシートのヘッドレストになるんですけど、ここにね硬いロールバーみたいなのがね、これをバラすと出てきます。横転した時にねあそこでこう潰れないようになってるんだとは思います。でインテリアはね全部赤ですね。ノーブルカラーエディションっていうモデルなので、コスモシルバーにインテリアは全部赤になります。赤っていいよね。でも日に焼けるからね、その辺ちょっと気にしながら乗ってるんですけど、そう純正マーク・レビンソン、先日ね直した動画、スピーカーを直した動画ね載せてましたけど、マーク・レビンソンとかウレタンのエッジが多いみたいでね、結構ボロボロになってましたこの年代ではしょうがないですね。で中はねほとんどあまりいじってないですね。ノーマルです。ほとんどノーマル。中こうごちゃごちゃっといじるのがね最近あんまり好きじゃないので、ましてこういう風な車はねごちゃごちゃっと追加メーターつけちゃったりするとどうしてもねこうやぼったくなるかなと思ってね、そういうのやめてます。そうトムスのメーター、あそこもトムスですね。なのでねもう全部ねトムスのものが全部入ってると言っても過言じゃないです。エアロとホイール以外はね全部トムス、販売してるものは全部多分投入されてます。そうブリッツのねアルビット、これでね車両情報でね ATF の温度、水温だとかねそういうのを見れます。これも全部ね閉まるんですよ。やらい便利だよね、見えなくなるので。で言ったトムスのメーター、後期だとねオプティトロンになるんですけどね、前期はこれなんですよ。このメーターが暗いなのでね今後ねちょっとこれを改良してオプティトロン風にねしたいなと思ってます。でこういう随所にねイージーグラフィックやってありました。前のオーナーさんがやったんでしょうね。こういうところ全部イージーグラフィックで、この木目と同色でねイージーグラフィックされてます。ここまでやってんだよ、徹底してやったなと思って、そこまでやらなくてもいいんだけどなと思ってるんですけどね実際やってあったんでね、よくやったなと思って結構徹底的にやってありました。でもねかっこいいな。ってことでね愛車紹介、自分の愛車紹介だからね東方ね北東北です。北東北でねこうやって愛車紹介みたいなのをやってる人ってなかなかいないと思うんだよな。なのでちょっとこうねまずは自分のでやってみました。でこのソアラフルトムスほぼこの感じで買ったんですよ。でソアラって今すごい安いんですよね。本当に安いのは30万単位で買えます。昔から欲しかった車なんですけどね、30万単位で売ってるからもういらねえなと思ってたんですけど、本当にこの仕様でフルトムスで出てたんで、これを逃したら出てこないなと思って買っちゃったんです。SC とそのソアラの違いって結構あるんですけど、実はスーパーチャージャーキットを組んだ時に SC の方は340馬力に抑えられてるんです。
で、このソアラの方が354馬力なんですよ。後期の方がちょっとね、馬力を抑えられてるんですよね。それはなんかオートマの関係してるらしいんですけど、やっぱオートマがね、ちょっと弱いらしいです、後期の方は。まあ、なんて言ったっけな。やっぱり燃費方向に振られる感じなんですって、6速オートマは。なので、このダイレクト感っていうのであれば、この5速オートマ、こっちの方にね、パワーをこう出せるっていうことをね、トムスの人のインタビューで見ました。実際この354馬力、意外と中途半端なこのパワーなんですよね。意外と中途半端です。でもね、最高出力っていうよりも、やっぱり注目してほしいのはこのトルク、57キロっていう本当トルクがね、35GTR に匹敵するトルクですからね。35GTR も60キロでしょ。トルクがね、やっぱりね、すごいです。そのトムスの人の言う話によると、やっぱり抑えるみたいですね。抑えて、やっぱりこれ出すみたい。抑えてこうね、馬力を抑えてこう、抑えてるって言ってたな。確かな。うろ覚えだな。ではね、今、2JZ も、アリストのも 2JZ ですけど、やっぱりこのトムスのスーパーチャージャーと、やっぱツインターボ、2JZ のツインターボとの違いってね、やっぱりね、明らかにこう乗り味が違うんですよね。やっぱりスーパーチャージャーはこう、なんていうのかな、このターボのようにターボラグがないんですよ。でも踏んだ瞬間からもう速いので、なんていうのかな、遅いって感じる部分がなくて速いんですよ。言ってることはちょっと分かりづらいんですけど、例えば、アリスト、僕もアリスト乗ってるんですけど、アリストはね、ツインターボですよね。ツインターボの 2JZ。で、ターボが効き始めるとドカーンとくるので、なんていうのかな、この速さの、なんていうのかな、この差が激しいんですよ。だから、2JZ の方が体感的には速いって感じます。ターボ効いてドーンってくるので速いなと思うんですけど、ソアラの場合はもうアクセル踏んだ瞬間からスイッチャーが回り出すんで、遅いなって感じる部分がないんだよな。乗ってみてもらわなきゃわからない感じなんですけど、ちょっとね独特な感じです、やっぱりスーパーチャージャーって。そこにまた面白さとかあるんですけどね。何せ古い車なんでね、大事に壊さないように乗っていきたいなと思っております。ということでね、まずは自分の愛車紹介してみました。東方ね、北東北です。こうやってね、愛車紹介してほしいなって人結構いっぱいいると思うんだよな。なのでね、行ける範囲も限られますけどね、北東北住んでる方、ね、愛車紹介してほしいなって思う方、またね、そういう方はね、Twitter の方にね、メッセージいただけるとありがたいです。いけるかどうかわかんないけどね。そろそろ冬だしね。ということでね、愛車紹介、自分の愛車紹介ですね、やってみました。次はね、また、車何台か持ってますね。その車もまたやって紹介していきたいと思いますんで、次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。